はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはこちら。はい、プレオビネグルでございます。で、こちらのね、プレオビネグル、家庭料理からね、それこそビストロからレストランまで幅広くね、愛される料理の、フランスをね、代表する一品の一つでもございますよね。で、もともとはね、リヨン発祥の郷土料理とも言われております。はい。で、こちらのね、今回、ご紹介するプレオビネグル、ちょっとね、モダンスタイルではございますが、途中までは伝統的なね、リヨンの郷土料理の作り方をなぞって、で、途中から、モダンスタイルの方に変わっていくっていうような形になっていきますので、そこら辺のね、ちょっとご説明なんかも後半詳しくお伝えしようと思っておりますので、早速作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、どうはい。では材料の紹介です。で、こちらね、鶏もも肉、骨付きですね。一晩ペーパーにくるんだものになります。必ず骨付きの鶏肉を用意してください。骨付きの方が絶対美味しいですよ。はい。で、こちら、手羽元ですね。こちらもご用意ください。で、こちら、エシャロット、ニンニクですね。で、こちら、フォンドボラ油になります。で、こちらね、赤ワインビネガーになりますね。で、こちら生クリーム。で、こちらヌイユとイタリアンパセリですね。で、こちらミディトマトをですね、だいたい110度のオーブンで2時間ほど乾燥させたものになりますね。セミドライトマトになります。で、こちらトマトペースト。で、あと強力粉をちょっと使います。で、ニンニクはみじん切りで、だいたいこんな感じにしてもらえば OK です。で、エシャロットはスライスで大丈夫です。こんな感じでよろしくお願いします。で、手羽元ですね。ちょっとね、はみ出しているようなお肉はもう切り落としちゃってください。こんな感じで、はい。綺麗に取っていただいて、こんな感じに仕上げてもらえば OK です。で、この切りくずも使いますので取っておいてください。で、骨付きのもも肉なんですけども、余分な油カットしていきます。で、このね、この縦の筋見えますかね。この油の筋があるんですけども、そこに今から包丁を入れていきます。ちょうどね、ここの位置が関節の位置になりますので、これをね、スッと入れてあげると、もう包丁がね、綺麗に入ります。で、こちらね、ももの骨なんですけども、ちょっとね、沿って、包丁を入れて、軽く広げてあげます。こんな感じですね。で、イタリアンパセリはこういう感じで粗みじんにしてもらえれば OK です。で、鶏肉の方に塩コショウをしっかりね打っておきます。両面ね、こちらもしっかり塩コショウを打っていきます。こんな感じですね。で、それを今から強力粉にまぶしてよーくつけてから全面よーくつけてよーくはたいてください。このはたくのはもう本当に必要以上にやってください。できるだけこの粉はですね薄くした方がいいですね。こんな感じでしっかりはたいてください。で、これが全部つけたものになりますね。こんな感じになってれば OK です。で、今から油で揚げます。で、今こうね串を入れてちょっと経ってからもやもやもやって気泡が出てきましたよね。この温度がだいたい今180度になります。一回確かめてみますね。
だいたい180度ですので、油の温度を見るときはそういう風な見方をすると覚えやすいですね。でそこに、鶏肉を入れていきます。リソレしないんですかっておそらく思うんですけども、実はですね、リソレするよりもう素揚げしちゃった方が結果的に柔らかく揚がるっていうのを試行錯誤した上でたどり着いた方法ですね。これに関しては後半のね、ところで、しっかり内容等々お話しいたしますので、はい。時たまね、こうやって動かしながらこんな感じで、表面をねカリッとしていただければ OK です。でこの網バットでね必ず揚げてください。油切れがね全然違いますので、こんな感じで OK です。ではね、少量のねちょっとバターを鍋に入れまして、でニンニク炒めていきましょう。で軽くね香りが出てきたところで、エシャロット入れていきます。この時はね基本弱火でお願いします。弱火で、しんなりするまで炒めていきます。で、鶏のねくず肉、あったと思います。これもねもう入れて一緒に炒めちゃいます。でそこに、ビネガーを入れていきます。で、鍋底に、とかもねしっかりそぎ落としていって、煮詰めていきます。今からこのビネガーをしっかり煮詰めていきます。もう水分がなくなっていくまで煮詰めていきますので、まだね、この状態ですとまだ水分あります。もうここまでですね。ここまで飛ばしていただければ OK ですね。で、そこにですねトマトペーストを入れていきます。この時は一旦火は止めた方がいいですね。で、トマトペーストを入れましたら火をつけて、で、軽くね全体的に混ぜていただいて、トマトペーストの水分を軽く飛ばすようなイメージで火を入れていってください。で、そこにポンドボライを入れていきます。でよーく混ぜて、全体的にねなじませていきます。でヘリにあるねうまみとかもねちゃんとそぎ落としてあげてください。でそこに素揚げした鶏をね、入れていきます。これからね、軽く煮込んでいきます。で、全体的に浸かるように入れてください。でこの時にだいたい今から10分ほど煮込むんですけども、水分が足りない時は水をね加えていただいても OK です。で今だいたい10分ぐらい煮込んだものになりますね。で、金串を通します。もうスッとね入りますので、ここで揚げていきます。まずね鶏肉だけ取っていきます。で、ちょっとねとろみがついてると思います。これは強力粉からですね、粉がこのソースの方に移って、ちょっととろみがついてるっていうような状態ですね。で、ここで生クリームを入れていきます。で、ここでねしっかり、火を入れていくんですけども、この時火を入れる理由はこの生クリーム臭さを抜かすためにですね、飛ばすために、しっかり火を入れていきます。で、それをこしていきます。もうこの時点でね、ソースっぽい、とろみになってますよね。で、ここに、鶏肉を戻してあげてよく絡めてあげてください。すでに美味しそうですよね。ではヌユの方仕上げていきます。でだいたいね今8分茹でたところです。でお湯を切って、まさかここでですね100均のフライパンが役に立つとは思わなかったんですけども、ここでねさっと炒めていきます。
オリーブオイルを入れて、まず絡めていきます。で、そこにですね、ソースを入れてください。で、イタリアンパセリ入れてよく混ぜていきます。で、最初にオリーブオイルを絡めたのは、まずですね、ソースをいきなりいってしまうと、かなり水分、ソースを吸ってしまうんですね。ですので、一回油でコーティングしているっていう役目になりますね。では、盛り付けですね。で、ここで、オーブンでね、軽く温めたセミドライトマトも置いていきます。で、ちょっとね、汚れてしまったので、周りを軽く拭いて仕上げていきます。で、最後はソースはたっぷり入れてください。もうここはケチる理由は全くありませんのでね、容赦なくいっちゃってください。いやー、最高ですね。プレオビネーグルいかがでございますでしょうか。では実食です。柔らかい。うん。ちょっとね、トマトを崩してこのねヌイユと合わせて食べるのが結構美味しいんですよね。はい。ちょっとします。このビネガーが持ってるね酸味、結構ね分量的には結構入れるんですねって思うかもしれないんですけども、ぐーっとねこう煮詰めて、でそこからフォンドボライユ入れてこうグッとね味の方を決めていくんですけども、酸っぱくないんですかっていうあると思うんですけども、全然酸っぱくはないですね。酸味はね多少ありますけども、今回は生クリームを入れて、ちょっとね酸味を抑えたバージョンになります。本来リヨンの方のプレオビネグルの方はこうバターで仕上げるのが結構セオリーなんですけども、一部ね生クリーム入れたりすることはあるんですけども、今回はヌイユと合わせるということで、生クリーム使わせていただきました。非常にね食べやすくて、で、ご家庭にね、あるもので結構簡単に作れるものだったりしますので、ぜひぜひお試しください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。プレオビネグルでございました。で、こちらね、今回は生クリームを使用したバージョンの方をご紹介させていただきました。で、リヨンのね、伝統的な郷土料理の方では、こちら生クリームではなくてバターの方で仕上げるっていうような形になります。で、私は今回ね、付け合わせにヌイユを選択してますので、もし召し上がるなら、私だったら生クリームの方でっていう形で、生クリームを使ったプレオビネーグルをご紹介させていただきました。これがですね、例えばこの、よくある付け合わせ、ポムピューレとかになる場合は、私は、バターの方で最後仕上げて、で、召し上がっていくっていうような形で考えてますね。ここはもう本当に付け合わせによって私はちょっと取捨選択してるっていうようなところですね。で、本来トマトのオーブン焼きっていうのはつけることはありません。ただですね、私ヌイユで合わせるときにこうねぐじゅぐじゅっとねこの合わせてねこのクタクタっとなったこのオーブン焼きのトマトと合わせるのがすごいね美味しいので、色合い的にも一緒にねつけてやったりとかすることがよくあります。はい。で、もう一点、ちょっとね他と違うやり方のところがこの鶏をね、素揚げしているっていうところですね。
で、粉をつけて、強力粉をつけて、で、よーくはたきます。で、なぜ、このね、ファリネを、粉をつけるかっていうことなんですけども、単純に水分がね、外に逃げるのを防ぐため、物理的にまず防ぐためっていうところが1点と、あと、ソースですよね。最後ソースに、こう仕上げていくときに、軽く煮込んだときに、表面のね、この強力がこうソースの方に移っていって、若干のとろみを出してくれるっていうところ、この2点ですよね。で、あとは焼き目の促進がするっていうところで、この3点が主な理由になってくるんですけども、なぜ、私は油で揚げるかっていうところです。リソレでね、フライパンで焼き色をつけないのかっていうところなんですけども、当然形が複雑なものになってきますよね。この鶏に関しては。で、フライパンの面に全部が綺麗に当たるっていうわけではないので、焼くときに、多少ね、油を多くして、で、油を回しかけて、表面をパリッとさせていくっていうやり方を取るのがほとんどだと思うんですよね。であれば、全方位から火が入る、この、油の中でですね、火入れをして、火入れというか、表面をですね、焼き色つけちゃった方が早いよねっていう、考えに至ったわけなんですよ。で、そうすることによって、水分が逃げるのがかなり防げるんですよね。ですので、結果的に軽く煮込んだ時にでもですね、もう柔らかさがやっぱ全然違うっていうところがあって、この煮込みのやり方に関しては、こういう手法を取らせていただいております。ですので、私は基本的に煮込み料理の中でファリネをするっていうもの、ファリネとこうリソレがこうイコールであるときで、そのままこの煮込みに持っていくっていうときは、基本的にこの素揚げで持っていくやり方をとってます。はい。ですので、最終的にこう柔らかく、仕上がるっていうのがこの手法のロジックになってきます。はい。で、ここまでがね、大体ちょっとプロ向きのお話ではあったんですけども、じゃあ実際問題ご家庭でやるとき、そもそもちょっとエシャロットないよねとか、いやなかなか赤ワインビネガーって持ってないですよってなりますよね。なので、ご自宅で再現する場合は、全然玉ねぎでも OK ですし、それこそ穀物酢とかでやっていただいても全然 OK ですね。はい。いろんなお酢でやってみるといいと思いますよ。はい。で、まずですね、穀物酢とかでやった場合の特徴としては、かなりマイルドな味わいになります。また玉ねぎもね、使った場合は、より一層マイルドな味わいになります。はい。ですので、その時はね、ちょっとだけ、ニンニクを増やしてあげるとかっていうことをしてあげると結構近いというか、切れ味がしっかりするような、形になりますね。ただ、私としては、実際にワインビネガー、赤ワインビネガーで、しっかり詰めた、このフルーティーなね、香りがこう広がる、このプーレオビネグルを一回は味わっていただきたいなっていう気持ちもあります。ただ、全然ね、ご家庭でやるときは、玉ねぎでも、ご家庭にあるいろんなお酢でこう試していただくのも全然 OK かなと思っておりますので、はい、ぜひ作ってみてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。